どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回も MGSD ガンダムバルバトス作っていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速作っていきましょう。まずはランナーから部品を切り離していきます。その際に少しゲートを残した状態で切っていきます。こうすることによって部品の破損を防ぐことができます。次に残ったゲートを片刃ニッパーで切っていきます。この際に部品をえぐらないように注意してください。さらに残ったゲート跡をヤスリで処理していきます。今回使用しているのは100均で買ったおよそ1000番程度のスティックヤスリになります。今回はゲート処理ついでにこのままエッジ出しもやっていってしまおうと思います。バルバトスはね結構角張ってるところ多いんで、エッジがしっかり効いているとかっこいいんじゃないかと思います。全部の部品やるとなると相当な苦行なんですけど、仕上がりが楽しみなんで頑張っちゃいます。表面処理が終わったらいよいよ塗装に入ります。今回はグラデーション塗装にチャレンジしたいと思っているので、まず下地にメカサフのグレーを塗っていきます。いつも白系の部品を塗装するとき色の変化が分かんなくて見ててつまんないんですけど、今回サフ含んで色の変化が分かって楽しいですね。みるみるグレーになっていく。この変化を見るのが塗装の醍醐味ですね。かなりテカテカした仕上がりになってきてすごくいいんですけど、これサフなんでね、乾くとマットな感じの仕上がりになってしまいます。それでは EX ホワイトを使用してグラデーション塗装チャレンジしていきます。要するに角を塗らないように細拭きしていけばいいのかなという甘い考えでやってみたら意外に難しいんですね。普段ベタ塗りしかしてないんで、細拭きになると希釈とかあと打点がよくわからないんですよね。なんとなくうまくいってるような感じがするんでこのままやってみたんですけど、仕上がりはこんな感じになりました。これで合ってるのかな。かっこいいからいいか。他の部品もこんな感じで仕上がりました。肉眼で見ると結構色の変化あるんですけど、カメラで見るとちょっと分かりにくいですね。続いて黄色、青、赤い部品もグラデーション塗装するために一度黒く染めていきます。やっぱやってて思うのはベタ塗りの方が楽ですね。一気にバーっていけるから色の変化も分かって楽しいです。次に先ほど黒く染めた部品にスターブライトシルバーを使用してグラデーション塗装を施していきます。先ほど白いパーツを散々塗ってたんでね、ようやくコツ掴んできました。ここで思ったのが、せっかくダブルアクションのエアブラシ使っていたのにシングルアクションのエアブラシと同じ使い方しかしてなかったんですね。すごくもったいない。知れば知るほど奥深い世界ですよね。それでは一部始終早送りで見ていきましょう。やっぱこういうの早送りで見た方が楽しいですね。ある程度濡れたところで、あとは全体に軽く吹きかけて完成です。はい、なかなかうまくいけたんじゃないでしょうか。続いて先ほどの部品にウルトラマリンブルーを塗っていきます。はい、一気に出過ぎてしまいました。少し拭き取ります。ちょっと跡残ってるけど大丈夫かな。気を取り直してもう一回塗っていきます。この色は今回初なんですけど、めちゃくちゃ青くていい色ですね。下地が若干透けてるんでクリア系に分類される色なのかな。ちょっと調べないで買っちゃったんですけど、めちゃくちゃいい色なのは間違いないです。はい、鮮やかな青に仕上がりました。そしてさらに発色を良くするためにクリアブルーでコートしていきます。だんだんテカテカになってきてすごくいい感じですね。はい、こんな感じでさらに深みが増していい色になりました。下地のシルバーの透け感もすごくいい。続いてもともと赤かった部品はレッドでグラデーション塗装を施します。実は今回このグラデーション塗装すごい楽しくなってきちゃって、なかなかいい感じに仕上がりましたね。
端っこの黒い部分がめちゃくちゃ渋くてかっこいい。さらにクリアレッドを使用して深みを出していきます。ガイアノーツさんのクリアレッドはあまり使ったことなかったんですけど、やっぱりね、いい色してますよね。はい、こんな感じで全体的にふわっとかけたら出来上がり。光の加減で端っこの方が黒く見えるのがめちゃくちゃかっこいい。次に黄色系の部品はこちら、パールビビットオレンジで塗装していきます。いつもはだいたい黄色系の部品ってゴールドとかで塗ってるんですけど、バルバトスはなんかこっちの方が似合うんじゃないかなと思ってチョイスしてみました。初めて使うんですけど、すごいいい色ですよね。塗ってみて分かったんですけど、隠蔽力も強くてなかなか使いやすい塗料なのかなと思います。はい、こんな感じで少し影を残したような状態で仕上げてみました。アンテナ部分なんかもね、グラデーション塗装してみたんですけど、どうでしょうか。個人的にはめちゃくちゃかっこよく仕上がったんじゃないかなと思っています。武器はね、スターブライトアイアンでいっちゃいたいと思います。この色は重厚感が出てものすごくかっこいいです。いつもフレームなんかに使用しているんですけど、鉄血のオルフェンズ系はこの武器とかにも似合うんじゃないかなと思います。それでは塗装前と比較するとこんな感じです。黒さも残りつつ金属感出てる感じがものすごくかっこいいですね。続いて格好法の塗装をしていきます。めちゃめちゃ言いづらい。イメージ的には赤茶系だったんですけど持ってないんで、スターブライトアイアンにディープメタルレッド混ぜてみました。欲しい色がなかった時に自分で混ぜてみるのも塗装の醍醐味ですよね。これめちゃくちゃ楽しいんですよね。これとこれ混ぜたら何色になるんだろうとか、思いのほかいい色になったりとか、これダメだろっていうやつも結構あるんですけど、今回はなんとなくいい色になったんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。赤のイメージ強いんですけど、赤茶に見えなくもないんで、これはこれで成功なのかなと思います。続いて墨入れを行っていきます。使うのはタミヤの墨入れ塗料です。こちらの塗料はね、モールドに当てるだけでスーッと流れ込んでいってくれて楽しいんですよね。ガンプラ作ってて一番楽しい作業かもしれません。で、ガンガンはみ出してるんですけど、こちらの塗料、エナメル系の塗料なんで、乾いた後にエナメル溶剤を使用して簡単に落とすことができます。失敗を気にせずにどんどんやってしまいましょう。それでははみ出した部分をこちらの溶剤を使用して除去していきます。やり方は綿棒に少しつけて余分な分は拭き取って、それをはみ出した部分に軽くこすりつけていくだけで簡単に落ちていきます。見た感じめちゃくちゃ簡単ですよね。実際やってみると想像以上にもっと簡単です。ただ強くこすりつけてしまうと余計なところも落ちてしまうので注意しましょう。はい、こんな感じでかっこよく仕上がりました。思いのほかテカテカになっちゃいましたね。続いてデカールなんですけど、このバルバトスマークが綺麗なマークとボロボロのマーク付属しています。今回はグラデーション塗装をしてみたのでボロボロの方使用してこんな感じになりました。テカテカだったら綺麗な方使用したいんですけど、今回はこれが正解かなと思います。続いてドライブラシにもチャレンジしていきたいと思います。今回はシタデルドライという半練り系の塗料を用意してみました。ドライブラシは今回初めてやるんで正解がわからないのと、あと陥骨が全然わかんない状態なんですね。気にせずやっちゃいましょう。説明とか見ていると、塗料をつけた筆をよーく拭き取って乾いた状態で部品にこすりつけるみたいな感じで書いてあるんですけど、ちょっとつけすぎた感がありますね。でね、ちょっと試してみたんですけど、これエナメル溶剤で落とせるみたいなんで、これも失敗を恐れずにやっていきましょう。こちらのアンテナの部分のエッジもドライブラシで塗ってみたんですけど、これめちゃくちゃかっこよくなりましたね。ドライブラシもめちゃくちゃ楽しかったんで、また機会があったらやってみようかな。
さて、すべての部品の塗装が完了したので、こちら前回塗装したフレームに外装を組み付けていきたいと思います。こちらのフレームもね、めちゃくちゃかっこよく仕上がったんですよね。お気に入りの一品です。特に背中の部分、かっこいいですよね。塗装風景が気になる方は前回の動画をぜひご覧ください。それではこちらが外装をすべて付けた姿になります。めちゃくちゃかっこいい。胸の部分の塗装の感じがすごくいいですね。背中から見ても武器がいかつくてかっこいいです。正面から見てもものすごくいい感じですね。使用感も出ててかっこいいです。それでは回してみていきましょう。胸の部分と頭の部分めちゃくちゃかっこいいんですよね。ただ白いところのグラデーション塗装がカメラの問題なのか全然目立たなくなっちゃいました。肉眼で見るとしっかりグラデーション出てるんですけど、やっぱりカメラで補正入っちゃうんでしょうかね。撮影もなかなか難しいですね。続いてパッケージにあるポーズと同じポーズ撮ってみました。臨場感出すのがなかなか難しいですね。なかなか躍動感出すのが難しいですね。最近バンダイからの配信でポージングのコツみたいなのをやってるんで、それ見てもっと勉強していきたいと思います。続いて格好法構えてみました。相変わらず下噛みそうな名前ですよね。太刀も構えてみたんですけど、これは結構躍動感出たんじゃないでしょうか。はい、それでは今回 MGSD ガンダムバルバトスいかがだったでしょうか。個人的にめちゃくちゃかっこよく仕上げられたんじゃないかなと思います。こちらがかっこいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。他にもかっこいいガンプラの塗装動画上げているのでぜひそちらもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。